皆さんこんにちは、ソロンチャンネルです。最近携帯型の量子コンピューターが100万円ほどで発売され話題になっていましたね。また素粒子論でも量子コンピューターの原理を用いた研究が増えてきました。実は私も量子コンピューターを用いた共同研究に混ぜてもらったことがあります。皆さんも登録すれば量子コンピューターを使うことができるので、今日は実際に量子コンピューターを使ってみるという動画を撮ってみました。動画作成のモチベーションにつながるので、もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。最初に少し概念的な説明から始めたいと思います。我々が使っているコンピューターと量子コンピューターはどのように違うのでしょうか。我々が使っているコンピューター、これを古典コンピューターと言いますが、これはスイッチのオンオフのような2つの状態を用いて情報を表します。この2つの状態をここでは0、1と書くことにします。すると3個の01の組み合わせでは000、001などのように8個の情報を表すことができます。量子コンピューターでは量子力学の2つの独立な状態、例えばエネルギーの規定状態と励起状態を用いて情報を表します。この2つの状態を0、1と表します。ちなみにこの縦棒と三角括弧のことをケットベクトルとも言います。例えば0、1という2つのケットベクトルの3個の組み合わせ、この3個の組み合わせというのは正確にはテンソル積ですが、これは先ほどと同じように2の3乗イコール8個の状態を表すことができます。一般に0と1というケットベクトルの n 個のテンソル積からなる n 個の組たちのことを n 量子ビットとか n キュービットと言います。ここまでは量子コンピューターと古典コンピューターでは違いがないように思うかもしれませんが、古典コンピューターではオンとオフは同時に存在しないので、0と1を同時に実現することはできません。一方、量子力学では状態やベクトルなので状態の和が意味を持ちます。例えば0と1を足したものは意味を持つことになります。実際、量子コンピューターではこのような重ね合わせの状態を実現することができます。では次のような状態を作って観測してみるということを実機とシミュレーターでやってみます。それは2量子ビットの00というケットベクトルから始まって、ある演算を行い、00というケットベクトルと11というケットベクトルの重ね合わせの状態を作って、最後に観測するということをやってみます。00と11という状態は同じ確率分だけ含まれているので、50% ずつ観測されるはずです。ここで00というケットベクトルと11というケットベクトルの重ね合わせはアインシュタイン・ポドルスキー・ローゼンのパラドックスにちなんで EPR ペアと呼ばれます。また実機という言葉とシミュレーターという言葉が出てきましたが、実機とは実際の量子コンピューターのことを指します。シミュレーターとは古典コンピューター上で仮想的に量子コンピューターの動作を再現したものことを指します。特徴としてはシミュレーターは実機より計算できる量子ビットが多い。またノイズが起きない理想的な状況で計算できるなどの特徴があります。後で出てくるので量子回路について少しだけ説明したいと思います。演算を図で表すと視覚的に分かりやすくなって便利です。状態、演算、測定を表す方法を量子回路と言います。また量子回路において演算のことを量子ゲータと言います。ここでやりたいことは00という状態からある種の演算を施して00と11の重ね合わせの状態である EPR ペアを作るということを図で表したいと思います。ただあまり詳細に立ち入らず、ここでは列ベクトルと行列を用いた表記を天下り的に導入します。まず0と1のケットベクトルを10と01という列ベクトルに対応させます。すると2量子ビットの状態00と11というのはテンソル積なので、00というケットベクトルは1000という列ベクトル、11は00001という列ベクトルになります。すると00というケットベクトルは1000という列ベクトル、EPR ペアはルート2分の1、1001という列ベクトルなので、
00というゲットベクトルから EPR ペアを作る演算は444列の行列であることがわかります。そしてこの444列の行列は右下のように2つの444列の積で表すことができます。このような2つの行列は左下のような量子回路で表されることが分かっています。そして列ベクトルと行列に対応する図形の部分はそれぞれ赤、緑、青の括弧で囲んだ部分が対応することになっています。赤線で囲んだ行列をアダマールゲート、緑で囲んだ行列を CX ゲートと呼びます。もっと量子回路について詳しいことが知りたい方は量子計算の教科書を見てみると良いと思います。ではいよいよ実際に IBM が提供しているシミュレーターと実機を使ってみましょう。実機とシミュレーターを使うためには Python の Qiskit と呼ばれるライブラリが必要になります。私のパソコンではすでにこれをインストールしているので Qiskit を読み込みます。そしてコンタムサーキットというコマンドで量子回路を作ります。qc.h0 というのがアダマールゲートを加える操作です。そして次に qc.cx というので cx ゲートを加えます。そして1番目の量子ビットと2番目の量子ビットを測定するメジャーというコマンドを加えます。最後に作った量子回路を実施させるドローというものを加えます。では実行してみましょう。先ほどスライドでお見せした量子ゲートに測定するゲートが加わったものが実施されます。さて、作った量子回路を1000回実行してみるということをシミュレーターでやってみます。1000回中503回が00、1000回中497回が11という状態が得られました。そしてこの1000回の測定を確率に直したのが棒グラフです。では次に同じことを実際の量子コンピューターでやってみたいと思います。実機を使うためには IBM コンタムのアカウントが必要になりますが、すでに作ってあるので自分のアカウントをロードします。そして使う量子コンピューターを指定します。ここでは IBM Q ベレムを使います。自分がどのような実機を利用可能かは IBM コンタムのアカウントから見ることができます。実機での計算は待ってる時間があるので、シミュレーターと違って少し時間がかかります。待ちます。数十秒後待った後、結果が出ました。シミュレーターでは00という状態と11という状態しかありませんでしたが、実機では01という状態と10という状態がわずかながら観測されています。01という状態と10という状態は本来あるはずのない状態ですが、ノイズによるエラーの影響でこのような状態が作られていることがわかります。これが実機におけるノイズの影響です。以上で量子コンピューターの計算を終わります。非常に簡単な量子回路ですが、実際に IBM の量子コンピューターとシミュレーターを使ってみました。それぞれの特徴は、シミュレーターはノイズがない理想的な状況で計算できるというものでした。ノイズを入れたシミュレーションも可能です。また実機に比べ計算できる量子ビットが多いというのも特徴です。実機の特徴はノイズによるエラーが発生するというものです。他の特徴は無料で使えるのは数キュービットまでです。ちなみに川崎にある量子コンピューターは27キュービットあります。最後に少しだけ量子コンピューターがどのような物理系の計算に使えるかを述べておきます。量子コンピューターでは0と1というケットベクトルのテンソル積を実現できるので、1次元のスピン系の物理を計算できそうです。実際に状態1から始めて演算子を挿入して状態2を観測するということが考えられます。これにより演算子の期待値を計算することができます。ただ実機での計算ではノイズから来る誤差が存在します。またある2次元の格子場の理論は1次元のスピン系に帰着することが知られています。そのため近年素粒子論ではシミュレーターを用いたこの2次元の場の理論の研究が行われています。
4次元の場の量子論ではシミュレーターと実機がどの程度役に立つか不明な部分がまだ多い印象ですが、今後の発展に期待したいです。今日の動画はいかがだったでしょうか。この動画を面白いと思った方はチャンネル登録、グッドボタンをお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。